今回は、アンシャーリーについての話題をお届けします。いやーめっちゃ燃えてるねー。今回の炎上、ことの発端は、赤毛のアンシリーズの翻訳を長年手掛けてきた松本優子さんという翻訳家が、アンがピンクのワンピースを着ているキービジュアル、や、アンが駅で持っているカバンが絨毯地ではなく重い革のカバンであること、を指摘したのが始まりなんだ。もともと、原作や旧作ファンの間ではこのキービジュについて異論が出てたみたいね。その不満が、赤毛のアン第一人者の松本さんのポストで大幅に拡散された印象だね。当チャンネルでは、この作品について、2025春アニメ1輪切り選手権、前編、の動画において、1979年に世界名作劇場として放映された高畑勲監督作品との尺の長さの違いとそれによる説明不足。それにより感情移入を損なわれたことが不満であると批評させてもらったんだけど、今炎上してるのは、登場人物の外見や小物、といった、話の本筋とはちょっと違う部分なんだよね。確かに、アンはピンクの服を着ないって作中で本人が言ってるのに、このキービジュアルはなんでピンクのワンピースを着てるのかしら。あと、横にいるダイアナという女の子が、原作でも旧作でも黒髪で黒い瞳の子なのに、このキービジュアルでは青い瞳になっている。青というか緑がかった色よね。こっちの画像の方がわかりやすいかな。どこからどう見ても緑に見えるわ。これについても、松本さんはなぜこのような瞳の色になっているのかと異論を唱えているんだ。ピンクのワンピースについては、作品内では実際に着用していないことから、これ自体がアンの妄想というか、ピンクのワンピースを着ないと主張しているアンがかわいそうなので、キービジュで着せてあげた。とかいう意図があるなら、まあまだわからなくもない。実際、そう擁護してる人たちもいる。でも、原作に、赤い髪をしたものはたとえ想像でもピンクのものは着られないのよ。ってセリフがある以上。このキービジュアルが、たとえ想像でも、やっぱりピンクの服を着せるのはなしなんだよね。まして、瞳の色が違うのはどう考えたって、緑の目の方が綺麗でしょ、という軽い気持ちで改変したとしか思えない。ワンピースも目の色も納得がいく説明はできそうにないわね。絨毯地のカバンを革のカバンに改変した点についても、フリーレンに影響されたアホなスタッフがこっちの方がいいとしたんじゃないか。という推理をしてる視聴者さんもいて、私も多分その程度の気持ちで改変したんじゃないかなと思う。そっちの方が見栄えがいいでしょってことね。そんな理由で改変されて、翻訳者さんや原作、旧作を愛するファンはたまったもんじゃないよ。革のカバンだって、その当時は高価だし重いから体の小さい女児、しかも孤児、が持ってくるわけがないという時代背景や説明がちゃんとあるんだ。原作と違うことそのものじゃなくて、そういう時代背景をおろそかにしているから批判されてるのね。で、この件について X では、アンシャーリー批判派、と、擁護派、に二分されてる。まさに賛否両論って感じね。そうなんだけど、擁護派、つまり、批判派に反論してる人たち、の言い分がちょっとおかしいんだ。どういうこと？実際に X に投稿された批判派、擁護派のポストをいくつか抜粋してみよう。原作の世界観やバックボーンをぶち壊すのなら、タイトルからやり直した方がいい。この作品は、キャラの容姿、髪色や服装など、がストーリーの根幹にあるので、そこを改変しちゃダメなんだ。アンが駅で待ってるシーンだけどこのさ、アンは背筋を伸ばし座る。アンは礼儀正しい。クイーン、アン、と後にギルバードが言う芯の強さがアンにはあり、アンは可愛いおてんば少女ではない。アンシャーリーにざわざわしてる我々に、未読の子供に向けたアニメなのにいい年の大人が何騒いでると言われたけど、子供の頃から大事にしてた作品を、理由もわからず改変されたのは、大事な宝物にいたずらされたようで、黙ってられないの。全世代に愛された作品の背負った責任だと思う。松本優子先生のつぶやきを皮切りにアンシャーリーを批判しても構わない空気が醸成されてしまった。翻訳者として思うところがあったのはわかるけど、せめてもう少し見守ってあげてもよかったんじゃないですか。こんな出花をくじくようなことをしなくてもいいのにさ。本当に全部台無しにされかかっている。発言力のある人が他人が手掛けた作品を、自分が気に入らない、という理由で安易に批判するべきじゃない。原作に忠実ではないかもしれないけど、それはそれ、これはこれ、じゃないの？今の世の中、映像化作品がきっかけで本を読むケース多いし安易な作品叩きはその目を潰すよ。松本優子先生の翻訳や訳中は日本において赤毛のアンを知る上では間違いなく貴重で大きな財産だと思います。ただ、それを盾にご自身の関わっていない作品までコントロールしようとされたのはいけないことでした。過去が非行なのはもっともですが、始まったばかりであまり叩きすぎるのもと。ほんの一部を抜粋しただけなんだけど、これらのポストを見て正直どう思った？作品批判派は作品そのものの批判をしているのに、作品擁護派は松本さん自身を批判したり、作品を叩くのはちょっと、定義を唱えてるのね。批判しても構わない空気が醸成されてしまった、とか、全部台無しにされかかっている、とかちょっと感情的じゃないかしら？擁護派のポストの方が感情的な印象があるよね。私も同じように思った。自分が気に入らない、という理由で安易に批判するべきじゃない、というポストも本質を理解してないように思えるわ。さっきも言ったように重要な時代背景をおろそかにしているから批判されてるんだけどな。
どうも、批判してる人たちを批判してる側は、なんとかして批判を潰してやりたい。やり込めたい。言い返したい。という行動原理で動いてて、批判してる人たちに比べて本質的なことを理解してないように見えるわ。私にもそう見えるよ。安易な作品叩き、などという言葉選びにそれが現れてるよね。実際、これらの意見に対して、松本優子氏がアニメ、アンシャーリーについて意見していることで、何か炎上しているというのだが、一部で言われているような、他社の作品のコントロール、みたいな様子は見えなかった。こうした作品の役のあり方や演出について、深い理解があればこその危惧であり貴重な意見なのに。という中立派の冷静な意見も散見された。私もこの人の意見に賛成だわ。ただ時代背景や緻密な設定に基づいて相違点を一つ一つ指摘してるだけなのに。そんな細かい揚げ足取りなんてどうでもいいじゃない。今の子供が見て面白ければそれでいいのに。という、あまり根拠のない理由で反論してるように見えるわ。老害が子供の楽しみにケチをつけてる、みたいな決めつけで感情的になってるんじゃないかしら。そこなんだ。作品批判側が冷静に、原作との相違点や時代背景との違和感を丁寧に指摘しているのに、擁護派は肝心の批判内容を聞こうともせず、これだから信者は、原理主義者は、老害は、みたいな人格批判にすり替えてるんだ。それじゃ話が噛み合うわけがないわね。例えば、私が一番不快に思ったのはこのポスト。赤毛のアンの翻訳家のおばさん、私は全て理解してるからアニメ脚本の校閲やらせてよ。アンザピンクの服着るわけないでしょ。自称原作ファン、このアニメは何もわかっちゃいない。ふざけるな。映画赤毛のアンの制作総指揮である原作者 LM モンゴメリの孫娘、ピンクの服かわちい。作品の数だけいろんなアンシャーリーがいていいと思うよ。赤毛のアンの背筋の伸ばし方や、服装の色一つで、作品を叩いてもいいと思い込んでる人は早く大人になれると良いですね。初めて赤毛のアンを見る子供への配慮を想像しないと。何これ？最初から最後までただ煽ってるだけじゃない。まず、翻訳家の松本さんを、翻訳家のおばさん、呼ばわり。次に会話文をいかにも頭の悪い文章で書いてるところ。そして、なぜか原作者の孫娘がピンクの服かわちいと言ってる、と意味不明な原作者の関係者マウント。そして最後に、早く大人になれると良いですね。という作品批判と全く関係のない人格攻撃。これが、自称擁護派、がやってることなんだよ。やってることのレベルが低すぎてお話にならないわ。早く大人になれると良いですね。ってまさに、お前が言うか、だわね。でしょ？なんで関係者でもないのにここまで松本さんに敵意むき出しでヒステリックな文章を書けるのか、理解できないよ。確かに松本さんが、ぜひ私に校閲させてください、と申し出たり、原作との細かい相違点をいくつも挙げて指摘したり、漫画版や絵本版で原作との相違点を、私が指摘して直させました、と記述していること。原作者の LM モンゴメリの演者と個人的な交流があることをアピールしていることを不快だと思う人はいるかもしれない。でも、だったら、あなたのその言動が不快です、と、正面から堂々と批判すればいい。そうやって堂々と批判する勇気がないからあんな幼稚な煽り方で反論してくるのね。どっちが人として未熟なのかしら。松本さんの言動が気に入らない、信者がそれをかばうのが気に入らない。じゃあ具体的ないい点を挙げて反論するのかと思いきや、翻訳者のおばさんが、原理主義者が、という人格批判でしか対抗することができない。作品の中身を批判されたんだから、作品の中身の用語で反論すべきよね。それをするだけの十分な材料を持っていない。でも気に入らないのでどうにか叩き潰したい。だからレッテル張りや人格批判に走る。みっともないわね。なんでそこまで感情的になるのかしら？私も批判動画を中心に出しているからたまに私を批判するコメントがつくことがあるんだけど、そういう人たちが何を言いたいかというと、要は、俺は気に入って見てるんだから批判するな。俺が批判を見たくないからやめろ。ってことなんだよ。呆れた。ただのわがままじゃないの。批判を見たくないなら自分こそ批判チャンネルを見なければいいし、X みたいにオープンな SNS なんてやるべきじゃない。なのに、俺が見たくない批判をお前らがするのが悪い。俺の目に入るところで批判をするな。って、モラハラ夫みたいな言い分をかましてくるんだ。俺を怒らせるお前が悪い、ってやつね。批判するくらいならその作品を見てほしくない、とかいう人もたまにいるんだけど、どんだけわがままなんだって思うね。人を自分の思い通りに動かせると思っていいのは幼稚園児までよ。あと、こういう斜め上な批判をしてくる人にはもう一つ特徴があって、例えばさっきのポストも、最後に、初めて赤毛のアンを見る子供への配慮を想像しないと、って書かれてたでしょ？こういう人って、私は自分のわがままで言ってるわけじゃありません。楽しんでる子供のために言ってるんです。って、必ず、自分以外の人のために忠告している、みたいなおためごかしを前面に押し出してくるんだよ。ああ、いるそういう人。まあ、そういう人も本心はやっぱり、私が批判を見たくない、なんだけど、それをそのまま言うとわがままと思われるから、誰々さんのためにやめるべきだと思います。って主張するんだよね。その程度の思惑なんてお見通しなのよ。さっきのポスト主は、他のポストを全部見たわけじゃないから想像なんだけど、多分子持ちの母親なんじゃないかな。
子供と楽しく見ていた作品にその分野のプロが上から目線でケチをつけてきた。ムカつく。反論してやりたい。ってのがポスト主の思惑なんだと思う。私と子供の幸せな時間に水を差すな。ってこと？多分ね。それへの対抗手段がさっきのポストなら、母親のそんなポストを子供が見てどう思うかの方がよほど大事なんじゃないかしら。そこには考えが及ばないみたいなんだよね。まあ、頭に来た。一言物申してやりたい。って感情は私にだって理解できるし。実際、私だって今回、擁護派の感情的な発言を不快に思ったからこういう動画を作ってるわけだし。それに関しては誰にでも平等に発言の機会が与えられるべきで、自由に思ったことを発言すればいいと思う。ただ、さっきから何度も言ってるように、内容の批判をされたなら内容の用語で返すべきで、間違っても、おばさん、や、早く大人になれると良いですね、なんて煽り文句を使っちゃいけない。冷静な反論ができない人は、人格批判やマウントで返すんじゃなくてそっとスマホや PC を閉じるしかしちゃいけないんだ。作品自体の批判はいくらでもしていいと思う。世に発表された段階で、それは批判の対象となるものだから。それはアニメに限った話ではないよね。ゲームだろうと漫画だろうとドラマだろうと面白くない。と言っていい権利は誰にでもあるし。食べログの批判だって、まずいと思った客が率直な意見を書くわけでしょ。そう。それに対して、まずいとか言ってるお前がしたバカ、とか反論する人いないでしょ？たまに頭のおかしい店主がそんな反論してるわね。アニメだって、監督や原作者が、この作品の面白さがわからないお前がバカ、とか反論したら大炎上するよ。誰とは言わないけど、そんな反論して炎上した監督いたわね。とにかく、批判に対して人格攻撃で反論するのだけは絶対にアウトなんだけど、ネットの世界でならそれをやってもいいと勘違いしてる一部の人たちがさっきのポストみたいな文章を投稿しちゃうんだ。熱狂的な原作ファンや信者がアニメ作品の価値を下げるという持論を展開してる人もいるみたいだけど、私はそうは思わない。原作ファン、アニメファンに関係なく他人にレッテルを貼って人格攻撃をする連中こそが作品の価値を下げる人物なんだよ。この作品のファンはこんな低レベルな連中しかいないのか、って思われるだけなのにね。今回の件、皆さんはどう思われましたか？作品についての意見、批判や反論に対する意見など、あなたの考えを聞かせてね。チャンネル登録、高評価もよろしくね。それではまた次の動画でお会いしましょう。